このプロジェクトは2021年に始まり、今では YouTuber チャンネルを本格的に続けていく決意をしたので、新しい表紙を作る時が来た、と思います。これはまるで名刺のように私らしい要素を取り入れるのが良いと考えています。時にはただふと思いつくこともあります。しかし今は疲れ果てているので、少しは見え映えを整える準備をしなければなりません。準備が整ったらまずはプロフィール写真から始めます。今のものは羽という意味でよりふさわしく感じています。ただ、その制作過程についてのコンテンツは作りませんでした。うっかりしてモニターを録画しなかったからです。しかし指輪やバビーマメイディアを思わせるトップス、そして乙女さんの精査を取り入れました。私の指はほとんどが花のデザインです。青い指は幼い頃に母が送ってくれたもの。ブロンズの指は昨年メキシコの死者の日にアルツハイマーで亡くなった母の祖母からの贈り物。そして大きな指は父方の祖母のものでした。薬指の指は単なる私の創作。そしてこの藁の指は私が作ったものです。まるで花束のようにみんなを一緒に身につけている気がします。この絵に取り入れたい、重要な要素がいくつかあります。しかし、最も目立つものは、ここにしっかりと描かないと、思い描く構想が崩れてしまうかもしれません。背景に置く要素、例えば走る自在さは、全体のバランスを取るために書けません。そして一見すると海に見えるかもしれませんが、これは周囲の環境を映し出す鏡です。ただし、その全てを映すわけではなく、魔法の符で描かれた部分だけが反映されます。もしかしたら私にしか理解できないかもしれません。そしてバビラ・ポンツァリを見たことがある人への参考として、さらに私のが偶然にも理由であることも相まって、力強い理由を描くことにしました。絵のシルエットは抽象的にしようと思いましたが、時々自分の生まれた国の形に見えたり、あるいは人画の形にも見えたりします。かつて見た夢とスカイリムのバラハラから強く影響を受けて、雲に奥行きを持たせるつもりです。今回はドラゴンに玉虫色のトーンを試し、明らかなピンクのコントラストを加えようと思いました。後で輝きをもっと磨く必要がありますが、どの光を残すかはまだはっきり決めていませんでした。
もう、この流れは明らかなので、早速私たちの庭に描く様々な植物を描き始めましょう。花はとても重要な部分です。というのも、私の名前が花であることに気づいた方もいるかもしれませんが、これは、私の本名、花、ヘブライ語と日本語で花を意味する花という発音のことは遊びです。特に花は大好きで、女性らしさの美しい象徴であり、私のもう一つの星座、乙女さんの象徴でもあります。私は多くのことにスーパーやされています。その中でも特に尊敬しているアーティストたちがいます。例えば、It Ends With Us のブレイク・ライブリー、素晴らしいフローレンス・ウォルズとエイミー・ワインハウス。私がとっても好きな香水の CM の美学、そしてその理由がわからないものもあります。芸者にはいつも憧れていたし、魔女には昔からなっていたので、人生でカセットという私の大好きなバンドのように何かとても意味のあるものを持ちたかった。私のブランドである人形たちもその一部です。小麦は重要な様子ですが、この様子の意味でを強調すると、私の星座に対する誇りがあまりにも明白になりすぎてしまうので、あえて触れません。話が少しそれますが、私は自分の日本語にあまり自信がありません。でも、もし改善するために手伝っていただけるなら、すごく感謝します。その後、元花を置くための台を置き、その上にギターを置きます。ギターにはたくさんのステッカーが貼ってあり、カセットのロゴが金色の文字で刻まれています。そして、私のファンフィクションに招待します。アプリをダウンロードすれば、私の文章をあなたの言語に翻訳できます。私は書くことと読むことが大好きなので、そのためにここに本も置くつもりです。
花と果物の入ったバスケットを置くかどうか迷いましたが、それはとても私らしいものだからです。完璧にはできませんが、健康を保ち、日々のように自然な方法で物事を整えるのが好きです。ここではもう少し深みを加えて、ドラグノを整えるべきです。この絵のこの部分では少し泣いていました。なぜなら、私が最も愛するアーティストの一人、ガセットのベーシスト、レイタに敬意を表したかったからです。彼は私の人生で非常に重要で避けられない存在で、いつも私の心の中にいます。彼は間違いなく私の一部です。ペンタクルは欠かせませんでした。なぜかはあまり詳しくは言いませんが、私のことを知っている人にはすぐにわかることで、私のスピリチュアリティや未学習の現象の一部です。少なくとも今世では、さらに私はクリスマスが大好きで、夜の冠も作りたかったのです。夜は実際には北起源の祭りです。はい。水の中に蝶がいるのは非論理的ではありません。私のバラの指はその点にあります。そして楽しむは肌を描き始めるときに近づいてきます。
この部分はとても集中的です。まだそれをタトゥーにするか迷っていますが、私はいつも芸者になりたかったのです。西洋では誤解されがちで文脈が外れていることが多いですが、それでもどこかで私を象徴しているかもしれません。あとは私のエトスに深く根ざしたもう一つの印です。私にとって祖先を尊敬することは非常に重要です。アジア系の血を引く人々と同様に、お盆と死者の日、を組み合わせ、例えば先発チルの花のような要素を取り入れています。私の兄弟な先生にスパイアされて、墨絵の筆でそのスタイルの傘を作ります。天語学の要素を取り入れたかったのですが、もし望遠鏡を入れてしまうと、この絵のイメージが崩れてしまうと思いました。そこで一石二鳥を狙って月を吊るして自分の月の星座である蟹座を表現しました。そして双子座のアセンダントはどこに置こうか考えたところ、すでに鏡に反映されていることに気づきました。私はもっと強い味が好きですが、甘い味の中で一番好きなのはココナッツと蜂蜜です。
最後の部分が来ますよ。私の好きな色は青、金です。きっとこれらの色は未来にここでよく見かけるでしょう。私のは他の色にはなりません。そして、偶然にもディスタードワードルとアクアマリンのお融合させることができるかもしれません。普段は時間をかけずに済むようにはの治療を使いますが、これらにはもっと詳細を加えないと絵の調和を失ってしまいます。目が疲れたので、メガネをかけなければなりませんでした。もう少しで完成です。残りのは水の波の書斎だけです。もしよければ、いいねを押したり、私のソーシャルメディアでフォローしてくれるととてもありがたいです。Twitter と Facebook では完成な画像を見ることができますので、ぜひチェックしてください。終わります。はい。じゃあねー。